伝承と死体。ある男性の方が小学5年生の時に体験した未だに忘れられない出来事の話。この男性の名前を仮に浅井さんとしておきましょうか。浅井さんには清水くんという幼なじみの親友がいて、よく二人で一緒に近所の山を登ったり、川で泳いだり、あちこち探検をしに行ったりして遊んでいたそうです。その日もいつものように清水くんと近所にある擁壁、土砂崩れを防ぐために作られた壁ですね。そこに登っては飛び降りて遊んでいたんですが、二人で一緒に擁壁の上まで登りきったタイミングで、清水くんが、おい、倉庫入ってみないかと背後を指さしたんですね。擁壁の上はお寺の敷地になっていたんですが、その敷地の右奥に建物があり、浅井さんと清水くんはそれのことを倉庫と呼んでいたんです。倉庫とは呼んでいたものの、その実態は全面がツタだらけで、遠目には緑の塊にしか見えない2階建ての木造一軒家。なぜか寺の敷地内にある見るからに誰も住んでいない空き家だった。清水くんの提案に乗っかり、浅井さんたちは2人でその倉庫に入ってみることにした。唯一ツタに覆われていないドアの錆びてガサガサになっているノブを回すと、鍵はかかっていないようで、何の抵抗もなく簡単に回ったんですね。中に入ってみると、窓を覆うツタのせいか、昼間だというのに薄暗い。建物内は全体的に湿っぽく、ところどころ床が抜けている。中の作りは典型的な日本家屋で、ボロボロになった襖で部屋が隔てられていた。1階には取り立てて興味をそそられるものは何もなく、続けて急勾配の階段を上って2階へ。2階もおおむね1階同様に襖で区切られた部屋が並んでいる形だったんですが、1階と比べるとそこまでボロボロではなく、床もある程度しっかりしていたんですね。慣れもあって1階の時よりサクサクと進んでいき、一番奥の部屋を覗き込んだ時、浅井さんは思わず、うわっと声を上げた。その部屋のど真ん中に、白骨化した動物の死骸があった。時々見かける野生動物の骨と比べるとちょっと大きいが、かといって人間の骨とも違う感じがする。骨はなぜか頭骨を中心に円を描くように他の骨が置かれていて、なんだか気味の悪い雰囲気があった。そろそろ帰ろっか。浅井さんと清水くんは顔を見合わせてそう言い、そそくさと倉庫を後にした。なんか変なものを見ちゃったな、というくらいで、家で夕飯を食べる頃にはすっかりこのことを忘れていたんですが、その翌日からおかしなことが起こるようになった。朝、浅井さんと清水くんが一緒に登校していると、必ず通学路の途中に動物の死骸があるんです。最初はドブネズミ、次はモグラ、その次はカラス、そしてイタチ、タヌキ。倉庫に入ったのが日曜日で、翌日の月曜日から金曜日までずっと死骸を見続けたんですね。二人ともこの時点ではちょっと気味が悪いものの、まあ偶然だろうと思っていたんですが、さらなる異変が起こったのは土曜日のことだった。土曜は学校がないので、朝布団の中でダラダラしていた浅井さんだったんですが、突然インターホンを連打されたんですね。出てみると清水くんが、おい、マグロがいたぞと興奮した様子で叫ぶんです。最初何を言っているのかわからず困惑していた浅井さんだったんですが、ほら行くぞと言いながら走り出す清水くん。浅井さんがサンダルを突っかけてしぶしぶついていくと、清水くんは通学路の途中を曲がった先、
例の擁壁の上のお寺へ登っていく坂道の途中、ちょうど橋の上で立ち止まった。なんだよマグロって。浅井さんが息をつきながらそう言うと、清水くんは橋から身を乗り出して橋の下の水路の方を指さす。見るとほとんど水が流れていない水路の途中に大きなマグロが一尾横たわっていた。海からはだいぶ離れているので、自ら泳いでここにやってきたとは到底思えない。そうなると誰かが意図的にマグロの死骸を水路に投げ込んだことになる。もしそれが事実だとしたら、ここまで1週間続いていた通学路に落ちていた野生動物の死骸も誰かが意図的に置いたものなのかもしれない。そこまで考えた浅井さんはもう一つ気づいたことがあった。それはマグロの死体が見つかったのがあの倉庫のある寺へ向かう道の途中であったこと。これまで浅井さんたちの家のすぐそばから学校までの道のりに死骸があると思っていたんですが、よく考えるとそれはほとんど寺までの道のりでもあるんです。寺の敷地内にある倉庫に勝手に入り込んだ翌日から寺までの道すがらに人為的に置かれた動物の死骸。どうしてもただの偶然とは思えなくなった浅井さんは清水くんに自身の考えを伝え、明日の朝寺に行ってみないかと提案し、清水くんもそれを承諾。その日はそれで解散し、翌朝浅井さんの家の前で落ち合って二人で寺へと向かったんですね。道中特に野生動物の死骸はなく、そのまままっすぐ寺へ歩いていく。寺の敷地内に入り、駐車場の真ん中あたりで周囲を見回すと、ちょうど寺の門をくぐった場所、本堂の真ん前に何かがある。近づいてみると、それはうつ伏せで倒れている髪の長い女性だった。よく見ると頭のあたりからおびただしい量の血を流している。大丈夫ですか？女性に声をかけたが、一切応答がなく微動だにしない。そして女性の体を揺さぶっても、まるで物を触っているかのような感覚。すぐに清水くんが立ち上がって、俺、住職さん呼んでくると言い、事務所の方へ駆け出した。が、ちょうどそのタイミングで本堂の脇から住職がこちらへやってきた。住職は小走りで浅井さんたちに近づくと、なぜか女性には目もくれず、真剣な顔で浅井さんたちの方を見ながら、お前ら、そこの家に入ったのかと言い、あのツタだらけの倉庫を指さした。なんで今そんなことを聞くんだと思うと同時に、倉庫について聞かれたことに驚き、思わず二人とも声を揃えて、はいと白状してしまったんですね。その瞬間、住職は、なんで勝手に入ったと烈火のごとく怒り出した。そして一通り怒り終えた後、そこの寺とあの倉庫についてこんな話をしてくれたんですね。あの建物はここの寺が建つよりも前からあったものだ。かつてある一族が代々あそこに住んでいたんだが、その一族には一人目の子供が女の子だった場合、海に沈めて殺すという風習があったんだ。ところが、とある代に何人産んでも女の子しか産めない女がいてな。そうなると男の子が生まれるまでは、その生まれてきた娘たちを海に沈めて殺さなくてはいけないわけだ。3人、4人と女の子が続き、その度に殺しているうちに、女は精神的に参ってしまったようでな。最後に産んだ娘と一緒に
海に身投げしてしまったそうだ。それ以来、あの家に生まれた女は不自然な死を遂げるようになったんだ。そしてその呪いのせいで一族は没落し、あの家には誰も住まなくなった。実はな、ここの寺はその女たちの供養のために作られた寺なんだ。住職は真剣な顔でそこまで話すと、続けて、君たちはその家に入ったわけだ。呪いが降りかかっている可能性がある。お祓いを行うからついてくるんだ。と言い、二人を本堂へ招き入れた。浅井さんと清水くんは顔を見合わせ、そして傍らで倒れている女性を見た。二人が住職を呼び止めようとすると、住職は振り返り、さあ、早く来なさい、と言う。住職には倒れている女性が見えていないのか、まるでそこに何もないかのように振る舞っている。浅井さん、この不可解な状況にとても困惑したんですね。住職の圧に気をされて何も言えないまま倒れた女性を置いて本堂へ行き、お祓いを受けて戻ってくると、女性は相変わらずそこで倒れている。決して幽霊のように透けてはおらず、肉体を持った人間がそこに横たわっている。浅井さんと清水くんは再び住職の顔を見て訴えかけようとしたんですが、住職は厄介払いでもするかのように、もう大丈夫だから早く帰りなさい、と浅井さんたちを追い返した。二人はなすすべなく家路に着いたんですが、考えれば考えるほどおかしい気がしてきた。清水くんの話によると、立ち上がって事務所へ向かおうとした瞬間、本堂の脇から慌てた様子で飛び出した住職と目が合ったそうで、その時の住職、俺らのことを見てすげえ驚いた顔をしてたんだよな。別に俺たち何もしてなかったじゃん。女の人を見て驚くならわかるけど、なんかおかしいよな。清水くんはそう言うんですね。浅井さんとしても、体に触れることができたあの女性がとても幽霊の類などとは思えず、考えるほどにある疑念が湧き上がった。それは住職があの女性を殺したのではないかということ。死体を処理しようとしたところに浅井さんたちがやってきてしまい、慌ててあの倉庫の伝承の話をして煙に巻こうとしたのかもしれない。浅井さんがその仮説について話すと、清水くんは大きくうなずいた。もしそれが事実なら大事件ですし、そのことに気がついているのは浅井さんたち2人だけ。このままでは住職は女性の死体を隠し通し、事件自体がなかったことになるかもしれない。そこで2人は以前墓地の関係で住職と揉めた経験があり、犬猿の中だという清水くんの父親に自分たちが見たもののことを話してみることにした。あまりにも無茶苦茶な話でまともに取り合ってもらえないかもしれないと覚悟していたんですが、清水くんの父親は真摯に受け止めてくれた。そして、本当にそうだとしたらとんでもない話だ。そこまで言うなら今から確かめに行こうか。一緒についてってやる。と言ってくれたんですね。3人が急いで寺へ向かうと、駐車場の手前で住職が待ち構えていて、何の用だね、と3人の前に立ちふさがった。清水くんの父親という心強い味方を得た浅井さんたちは、寺の中に女の人が死んでたんだ。あれは幽霊なんかじゃない。騙されないぞ。と声を上げた。清水くんの父親も住職の態度を不審に思ったのか、別にやましいことがないんだったら中を見せてもらってもいいんじゃないですかね、と睨む。
住職は少し渋ったものの、一体何だと言うんだね。その目で確かめればいい。と中に通してくれたんですね。ところが、あれ？いない。ついさっきまで本堂の前にいたはずの倒れている女性がどこにもいない。それどころか血の跡すら一切ない。きっと隠したんだろ。浅井さんたちがそう住職に迫ると、住職は、一体何の話だね。さっき叱られたことへの腹いせか？まったく困った子供たちだな。と言い、うっすらと笑った。結局、それ以上追求することはできず、浅井さんたちは退散したんですね。住職の言うことは本当で、自分たちが見たのは幽霊だったのかもしれない。そう浅井さんたちが思いかけた頃、事態は意外な方へと転がっていった。住職が逮捕されたんですね。ちょうど浅井さんたちが寺で倒れている女性を見た時と同じ時期に、あの寺の檀家の女性が行方不明になっていたそうで、警察がその女性の足取りを調べたところ、最後にあの寺へ訪れていたことが発覚。寺の敷地内を調べたところ、あの倉庫から女性の遺体が見つかったんですね。そして住職を問い詰めると、殺害を自供して逮捕に至ったと。住職が逮捕されたことで、あの時見た女性の遺体が本物だったことが分かり、浅井さんたちはほっと胸をなで下ろしたんですが、それから日が経つにつれていくつかの違和感に気づいたんですね。まず、あの野生動物が連日死んでいた件。女性の遺体を見た日以降、パタリと死骸を見かけなくなったんですが、もし死骸を置いた犯人も住職だったとしたら、なぜそうしたのかがまるでわからないんです。かといって自然発生した死骸だとも考えづらい。そして女性の遺体を見つけたとき、住職は真っ先に、お前らそこの家に入ったのかと聞いてきたんですよね。もし二人が倉庫に入っていくのを見ていたのなら、その場で注意すれば済むはず。見ていなかったのであれば、彼らが倉庫に入ったことはわかるはずがない。とまあ、こんな感じで、どうも引っかかることがいくつかあったんです。些細な違和感ではあるんですが、その後、浅井さんたちが大人になった今に至るまで、この違和感が脳裏にこびりついて離れなかったのは、倉庫に入ったことについて烈火のごとく怒っていた住職の目が、浅井さんたちの肩越しに背後を見ていたことと、その瞳の中にほんの少しだけ何かに怯えているような印象があったことが、どうにも忘れられないからだそうです。墓を広くした結果、ある女性の方の地元で起こった出来事の話。その女性の名前を仮に江本さんとしておきましょうか。江本さんの地元は片田舎の山の中にある村。言い伝えによると、そこの村は一つの寺を中心としてその信者たちが山を切り開き、田畑を開墾して出来上がった村だったそうで、村の全員がその寺の檀家だったんですね。そういう村だったため、寺の敷地内に村の人たちの墓地があったんですが、その墓地をめぐってちょっとした事件が起こった。それは、ある日江本さんの実家のすぐ裏に住んでいたおばあさんが、うちは名家だからお墓を立派なものにする必要があるわ。今よりもっと広くして墓石も立派にしたいの。と言い出したことから始まった。確かにそのおばあさんの一家斉藤家は
村の中でも土地持ちの一族だったんですが、おばあさんの父親である先代の当主が観光業で儲けて財を成した、いわば成金。勤勉で謙虚だった先代と比べて、娘であるおばあさんは傲慢で見えっ張りな性格で、村人たちから嫌われていたんですね。最近、斉藤さんのところの奥さんが見栄を張りたいがあまりに自分の家の墓地を広げるなんて荒唐無稽なことを言い出しているという噂は瞬く間に村中に広がった。とはいえ、事なかれ主義の村社会。みんな斉藤さんへの陰口は叩くものの、誰も直接止めに行ったり諭したりする人はいなかった。そんな中、唯一直接斉藤さんに話をしに行ったのが江本さんだった。江本さんは分け隔てなく人付き合いをする人だったため、私が言わないと誰も言えないだろうと考えたんですね。江本さんはいきなり指摘をするのではなく、まずは斉藤さんの話を聞き、その上でやんわりとお墓を広げるのはよした方がいいと思うと伝えようとした。ところが斉藤さんは自慢話をしながら、うちが墓を大きくするのは当然だと主張するばかり。江本さんはこれでは拉致が開かないと、普段から仲良くしているお寺の住職の奥さんを呼んできた。お寺の奥さんは江本さんと年の近い50代の女性で、相手が年上であっても毅然とした対応をする人だった。江本さん、彼女なら自分よりもはっきりと指摘してくれるだろうと思ったんですね。間もなく斉藤さんの家にやってきたお寺の奥さんに事の経緯を伝え、でもお墓を広くするってなかなかねえと話を振ると、お寺の奥さんはまっすぐ斉藤さんを見据えて、別に構いませんよと一言。斉藤さんはその返答に、あら、そう言ってもらえるならそうしようかしらと嬉しそうに声を上げる。江本さんはまさかの返答に驚いて目を丸くした。お寺の奥さんはしばらく喜ぶ斉藤さんのことを見つめ、少し間を置いてからこんな話をした。どうしてもお墓を広くしたいというのなら、土地を買ってもらってやる分には構いません。ただ、お墓を広げるということは、もともと家相応の広さだった墓穴に余計な隙間ができるということ。新しくお墓を建てた関係で、まだ遺骨が収められておらず、スペースが空いているのは別にいいの。そうじゃなくて、もともと収まっていたものを拡張して隙間を作ることは、正直おすすめできないわ。なぜなら、墓穴の隙間が広がった分、その家の人間が連れて行かれることになるから。それでもいいと言うなら構いません。お寺の奥さんの穏やかだが毅然とした態度に斉藤さんは少したじろいだものの、結局、土地さえ買えばいいってことでしょと言い、押し切ってしまった。それから間もなく、斉藤家は一族の墓を前後の通路にはみ出す形で、面積にして2倍ほどまで拡張し、その寺で一番大きな墓となった。もともと建てられていた斉藤家の墓と書かれた墓石も撤去し、代わりに横書きで大きく永遠と書かれた墓石を建て、どこから見てもすぐに斉藤家の墓だとわかるものに仕上がった。満足がいくものができたからか、斉藤さんはお墓のことを村中に自慢して回ったんですね。一方の他の村人たちは、斉藤家の墓のせいで墓地の通路の一部が狭くなったため不満を募らせたそうで、その不満の矛先は斉藤家が墓を大きくすることを許したお寺の奥さんにも向かった。江本さんはその状況をやきもきしながら見ていたんですが、それから間もなくしてある出来事が起こった。斉藤さんの3人の孫のうち、一番幼いやっちゃんと呼ばれていた子が事故で亡くなったんですね。やっちゃんは近所の子供たちと一緒に
塀のない崖沿いの空き地で遊んでいた時に、その崖から落ちてしまったそうで、最愛の孫を失った斉藤さんはすっかり取り乱してさめざめと泣いていた。江本さんも不運な事故でかわいそうにと悼んだんですが、そのやっちゃんの葬儀の時のこと、江本さんの2人の娘が村の子供たちの面倒を見ているのを横目で見ていると、そのうちの一人の女の子がこんなことを言い始めた。やっちゃんはね、落ちたんじゃないよ。自分で飛び降りたの。崖の下にある石がきれいだからおばあちゃんにあげるんだって言って自分からジャンプしたの。それを聞いた瞬間、江本さんはゾッとしたんですね。崖は30メートルほどあるんです。崖下に転がっている石なんて見えるはずがないんですよ。それに普段親たちから崖から落ちたら死んじゃうから絶対に近づかないようにと口酸っぱく言われているんです。なのになぜか他の同年代の子と比べても聞き分けが良かったやっちゃんは飛んでしまった。江本さん、子供の言うことは当てにならないと思う一方で、あの時のお寺の奥さんの言葉が頭をよぎっていたんですね。それは他の村人たちも同じようで、やっちゃんの死以降、村では墓を大きくしたから連れて行かれたんだという噂が流れ始めた。そんなさなか、やっちゃんが亡くなってからわずか1ヶ月後に斉藤さんの旦那が亡くなった。夜酔っ払った状態で酒を買いに外へ出たとき、車道を歩いていて車にひかれたんですね。孫に続いて旦那まで失ったのがよほど答えたのか、見えっ張りで自慢ばかりしていた斉藤さんは家から全く出なくなってしまった。斉藤さんが塞ぎ込むようになって2週間が過ぎた頃、江本さんは心配になってお見舞いに行ったそうです。斉藤さんは見る影もないほどやつれていて、布団から起き上がることもできずに落ちくぼんだ目で一点を見つめながら、私も連れて行かれる。私も連れて行かれる。と上言のように繰り返していた。結局、江本さんがお見舞いに行ってから2週間が経った頃に、斉藤さんはあっさりと亡くなってしまった。斉藤家はたった2ヶ月ちょっとの間に3人が亡くなる事態となったが、斉藤さんが亡くなって以降は誰も亡くなることがなく今に至っているそうで、江本さんね、斉藤さんの死から1年ほどが経った時に、お寺の奥さんが誰にともなくつぶやいた、広くなった分が埋まったんだろうね、という言葉が今も頭から離れないそうです。外でお経を唱えるな。これはある男性の方が若い頃に体験した出来事の話。この男性の名前を仮に杉浦さんとしておきましょうか。杉浦さんは家庭環境が良くなかったこともあり、学生時代にすっかりぐれてしまっていたそうで、何度も問題を起こしたり危ない目にあったりしている中で、自身の人生と向き合うようになり、20代の頃に仏門に入り修行を行うようになったそうです。現在はその修行をした寺と師弟関係を結び、修験道の行者として生きているそうなんですが、そんな杉浦さんがまだ駆け出しの修行僧だった頃のこと。これは人にもよるらしいんですが、修行をしているうちに霊感が身につく人も一定数いるそうで、実は杉浦さんもそういった霊感のついた一人だったんですね。おかしなものの気配や嫌な感じを嗅ぎ取ることができるようになり、修行をすることの必要性をより強く感じるようになったそうです。そんなある日のこと、師匠である寺の住職から霊感めいたものがついたようだなと言われたんですね。一度も話していないのに師匠に見透かされ、
ドキッとした杉浦さんが返答に困っていると、住職は続けてこう言った。外でお経を唱えるなよ。最初何を言っているかわからず、思わず聞き返してしまったんですが、住職曰く、お堂や個人の前であれば厳かな気持ちで取り組むことができるが、それ以外で漠然とお経を唱えると全くの別物になってしまうとのことだった。この頃から住職はことあるごとに杉浦さんに外でお経を唱えるなと言ってきたんですが、杉浦さんはどうにも解せなかったそうで、外でお経を唱えると漠然とするというのはわかるけど、唱えていけない理由としてはいまいち納得できないんだよなと、そう思っていたそうです。杉浦さん、それゆえに言いつけを守らず、ちょっと嫌な感じがした時やおかしなことが起こった時にも割と安易にお経を唱えていたんですね。唱えたところで特に何か問題が起こることもなく、言いつけのこともすっかり忘れていたある時のこと。杉浦さんは昔なじみの友人を伴ってある霊山に行ったそうです。寺で修行を始める前、スピリチュアルに傾倒していた時期もあった杉浦さんは、風水などにもとても詳しく、ドラゴンの龍の字に穴と書いて龍穴と呼ばれる、いわゆるパワースポットを巡るのが好きだったんですね。その時も修行の軽い気分転換の気持ちで友人と一緒に龍穴を巡ろうとしたそうです。当日、朝自宅に来た友人を杉浦さんの車に乗せて出発。目当ての霊山は市街地から車を走らせること1時間の場所にある某県の県庁所在地を守っている大きな神社と、その神社のある山一帯。ふもとの大鳥居をくぐり、そのまま車で山道を上がっていくと神社が見えてくる。杉浦さん、以前と比べて感性が研ぎ澄まされているからか、草げ立つ感覚があったそうです。境内を散歩していると、ご神木とおぼしき巨木と、その裏に数多くの外場や石碑が見えた。厳かな気持ちになった杉浦さんは、ご神木の神秘性に感謝しながら、何の気なしに般若心経を唱えた。少しの間、境内を見て回り、じゃあそろそろ、と神社を背に車に乗り込もうとしたとき、これまでの正常な感覚とは違う嫌な感覚があったんですね。気のせいかと思いながら車を走らせ、山を下っていくと、だんだんとブレーキが重くなっていく。おかしいなと思いながら頑張って踏み込んでいると、スコンと抜けるような感覚とともにブレーキが効かなくなってしまった。慌てながらもハンドブレーキでなんとか山道を下っていく。隣に乗っていた友人も慌てている杉浦さんに気づいて、どうした？大丈夫か？と聞いてくる。と、そのあたりからまたさっきの嫌な感覚がぐっと強まった。どうも何かに追いかけられている感じがするんですね。今すぐ逃げ出したい気持ちに駆られたんですが、まともにブレーキが効かない中、スピードは上げられない。お経を唱えようとしたものの、運転をしながらではまともに唱えられない。一旦車を止めようと考えた杉浦さんは、反射的に目の前に見えてきた矢印マークと寺の名前が書かれた看板に従い、脇道へと入っていった。しばらく未舗装の道を走ると、半壊した廃寺に到着し、その敷地内に入った瞬間、ブレーキを踏むことができたんですね。ブレーキをべったり踏んだまましばらく放心した後、はっとして隣の友人を見ると、友人も何かを感じ取っていたのか、恐怖で引きつった顔のまま固まっている。廃寺についてブレーキは効いたものの、後ろから追われる嫌な感覚はまだあり、杉浦さんはすぐに U ターンをして山のふもとへと下っていったそうです。ふもとの大鳥居を抜けたところで、ようやく嫌な感じが遠ざかり、友人もなんだかわからなかったけど、
ものすごい怖かった。こんな感覚は初めてだ。と言っていたんですね。その後、杉浦さん自身はほとぼりも冷めて落ち着いたんですが、友人は別れ際までずっと震えていたそうで、杉浦さんは友人を心配するとともに、どこか拭い去れない不安を感じたんですね。そして、その不安は見事に的中した。翌日になって杉浦さんが電話をしたものの、いつもはすぐに電話に出る友人が何回コールしても出ない。折り返しすらかかってこず、その翌日にもう一度電話をすると、夜になってようやく折り返しの電話がかかってきた。ところが、友人は電話口でたださめざめと泣いているだけ。どうしたんだと聞いても全く返答が返ってこない。しばらく落ち着くまで待ってから、どうしてずっと電話に出なかったんだと杉浦さんが聞くと、友人はしゃくり上げながら、電話に出るなってずっと言われていたんだという。詳しく聞こうとすると、今一緒にいるんだと、わけがわからないことをわめくばかり。誰と一緒にいるのか聞いても、泣きわめいてまともに喋れない状態。杉浦さん、これは何かまずいことになったと思い、師匠に相談しようかとも一瞬思ったんですが、あれだけ口酸っぱく言われていた、外でお経を唱えるなという言いつけを破っている手前、どうしても相談できる気がしなかったんですね。そこで杉浦さんは意を決して、その一緒にいる人に電話を代わってくれと言ったんですね。その瞬間、なぜ心意を犯したと電話越しではなく、頭の中に直接響く声で囁かれた。非常に威圧感のある低い男の声。ただ、心意という言葉から杉浦さんはすぐにそれがあの霊山の神様、あるいは仏様だと分かった。男は再び、なぜ心意を犯したと聞いてきたため、杉浦さんが、心意を犯したなんてめっそうもございません。そんなつもりは全くなく、と言いかけると、男はそれを遮るように、さらに語気を強めて、なぜ心意を犯したと繰り返す。杉浦さんは生半可ではダメだと悟り、電話の前で居直り、私は杉浦治と申します。〇〇寺で修行をしている行者です。と、まず名を名乗った。それからどう誠意を伝えようかと考えているとき、杉浦さんの頭にふと〇〇大明神という名前が浮かんだんですね。そこで杉浦さんは、〇〇大明神様、ご無礼をお許しください。決して心意を犯すために言ったわけではございませんでしたが、軽率に物見遊山で赴いたことには間違いがございません。まだ駆け出しの行者ではございますが、一生懸命に観音経を唱えさせていただきますので、どうか怒りをお鎮めください。と伝え、その場で普段の修行の時と同様に心を込めて観音経を唱えた。男の声は聞こえなくなり、代わりに電話越しに大声で泣く友人の声が響いてきた。杉浦さんはその泣き声を聞きながらも集中して観音経を唱え続けたんですね。しばらくすると、男の声が聞こえてからずっと感じていた悪感がすっとなくなる感覚があった。それとともに大泣きしていた友人も落ち着きを取り戻し、杉浦さんはしばらく友人を慰めてから電話を切ったそうです。ただ、これで一件落着かと思いきや、それから2日が経った頃に、その友人から電話が来た。友人は寝ている時に声が聞こえたって言うんですね。近くの神社に末社があるから挨拶に来い
とその声は言ったそうです。近くというのがどこを指すのかわからなかったんですが、とても放っておけるものではなかったため、杉浦さんがいろいろと調べてみると、なんとその友人の家の近くの神社にそれらしき場所があったんですね。杉浦さんはその日のうちに友人と一緒にその神社へ行ったんですが、境内の片隅に〇〇大明神と書かれた立て札と小さな社殿があったそうです。杉浦さんはそこでも改めて心を込めて般若心経を唱えたんですね。するとそれ以来、また神の声が聞こえたり、後ろから迫られる感覚があったりということは一切なくなったようで、杉浦さん、このたった一回の出来事で師匠が口酸っぱく外でお経を唱えるなと言っていた意味が分かったんですね。修行中の身で軽々しくお経を唱えるのは、時と場合によっては無礼にあたるもの。それが分かってからは、より一層修行に励んだそうです。御瀬さんの鐘。ある女性の話。この女性の名前を仮に松永さんとしておきましょうか。松永さんが生まれ育ったのは山あいの集落で、とりわけ彼女の実家は丘の上にあったため、四方八方どこを見渡しても山ばかりが見える土地だったそうです。そんな村で生まれ育った松永さんでしたが、彼女が幼少期から世話になっていた近所の寺に不思議な鐘があったそうです。松永さん、最初はそれが鐘だとわからなかったそうで、というのもその鐘、布と縄でぐるぐる巻きにされていたんですよね。その上、鐘をつく種目もしつらえられておらず、吊り下げられていること以外は鐘とは言い難いものだったんです。松永さんがそれを鐘だと気づいたのは小学生の自分のこと。アニメで一休さんを見ているときに、寺の一角にある屋根付きの建物に吊るされているものは本来鐘なんだなと気づいたのがきっかけだったそうです。好奇心が湧いた松永さんは両親に、ねえねえ、なんでお寺の鐘がぐるぐる巻きなのと聞いたんですが、両親も由来など詳しいことは知らないようで、お父さんたちが子供の頃にはもうすでにぐるぐる巻きだったんだよなと言われたんですね。それから間もなく学校の同じクラスの子たちの中にもあれが鐘だと気づいた子たちが出てきて、みんなぐるぐる巻きの鐘と呼ぶようになったそうです。ちなみになんとなく罰当たりな気がして、誰もそのぐるぐるに巻かれた布や縄をどこうとはしなかったようで、誰一人鐘本体を見たことがなかったそうです。それから長い時が経ち、松永さんは大学進学を機に実家を離れ上京することになった。勉強やバイトに明け暮れる日々を過ごし、夏休みに久々に実家に帰った松永さんは実家の周りが様変わりしていて驚いた。隣の山が切り崩されていたんです。どうやら土地開発が始まったようだったんですね。以前から隣の山を切り崩して工業団地が作られるらしいと噂は耳にしていたんですが、ついにそれが始まったようだった。自室の窓から見える景色もガラリと変わっていたため、子供の頃よくあけびを食べたり虫取りをしたりしていたあの山がなくなってしまったんだなと松永さんは何とも寂しい気持ちになった。そうしてなんとなくぼんやりと窓から外を眺めていると、あることに気がついた。隣の山が削られたことで、その向こうの山の中腹にある例のお寺が見えるようになっていたんですね。しかもぐるぐる巻きの鐘がきれいに見える。それがなんとなく新鮮で印象的だったため、その日の晩、久々に実家の家族と食卓を囲んでいるとき、
そういえば隣の山が削られて私の部屋からお寺が見えるようになってたんだよね。と松永さんが切り出すと、母親は、あ、そうそう、お寺って言ったらね、あそこ前々から住職さん一人で切り盛りしてたでしょ。それがね、あんたが出てからすぐくらいに亡くなっちゃってね。跡継ぎもいなかったもんで、今は法事やお祭りの時だけ別の大きなお寺からお坊さんを呼んでいるのよ。と言った。松永さん、たった数ヶ月実家を離れただけではあったんですが、改めて時の流れの速さを感じたそうです。そんな夏休みの里帰り期間のある晩のこと、松永さんが部屋で寝ていると、グオーンと鈍く低い音が聞こえてきた。起き上がった松永さんがカーテンを開けて窓の外を見る。外は満月で山々が明るく照らされている。その様子をぼーっと眺めていると、ちょうど向こうの山の中腹にかすかに見えているあのお寺のあたりでちらっと何かが光ったのが見えた。気になった松永さんは小学校からずっと使っていてそのままになっている勉強机の引き出しを漁って双眼鏡を取り出した。レンズのほこりをパジャマの裾で拭い、お寺の方を覗いてみる。ちょうどあのぐるぐる巻きの鐘の場所で何かが動いているのが見えた。どうやら3人くらいの人間が鐘の周りで何かをしているらしく、先ほど見えた光は懐中電灯の明かりのようだった。松永さん、しばらく双眼鏡を覗いていて分かったんですが、その鐘のあたりにいる人たちは吊り下げられていた鐘を下ろしていたようだったんですね。そしてあのグオンという音は鐘を地面に置いた時に鳴った音だったようで、なおも双眼鏡越しに様子を見ていると、どうやらその3人は鐘楼、要するに鐘を吊り下げている小屋ですね、からその鐘を持ち出そうとして苦戦しているみたいなんですね。鐘楼は4本の柱で屋根を支える形になっていて、その柱同士の間には数本の板材が横に渡されている。ちょうど胸のあたりの高さにフェンスがあるような状態だった。その横に渡された板材の下の隙間から鐘を引きずり出そうとしているんですが、何分大きくて重そうな鐘なので3人がかりで引っ張り出している。ちなみに後になってからその3人は金属を狙った窃盗団で盗んだ鐘を売りさばくつもりだったことが分かったんですが、当時の松永さんは分からなかったそうです。さておき、松永さんはその3人の様子を双眼鏡越しに見続けていたんですね。なんとか鐘を鐘楼から引きずり出し、吊り下げるための穴の部分に棒を通し、2人が担いで運ぼうとしていたんですが、後ろの1人が棒を肩にかけ直そうとして取り落としてしまった。3人が耳を押さえる仕草をしてから数秒後、ゴーン、大地を揺るがすような重い音が山中に鳴り響いた。山で眠っていた鳥が飛び立ち、遠くで犬が吠える。松永さんは思わず双眼鏡から目を離した。窓から見える家のいくつかに明かりが灯る。松永さん、一瞬ほうけてしまったんですが、すぐにまた双眼鏡に目を戻した。ところが、鐘のそばにいたはずの3人の姿はどこにもなく、あったのは棒を通されたままの鐘と地面に転がっている懐中電灯だけ。どこに行ってしまったんだろうと、しばらく双眼鏡を覗きながら探したんですが、ついぞ見つけることはできなかった。翌朝、母親から昨晩すごい音したけど聞いた？と聞かれ、松永さんがうなずくと、
なんかお寺に泥棒が入ったみたいでね、金を盗もうとした時に落としたみたいよ、という。松永さんはそこで初めてあの3人組が窃盗団であったことを知ったんですね。気になって寺へ向かうと、警察が現場検証から引き上げるところだった。その場に残っていた近所の人に話を聞くと、犯人グループは車も含めて持ち物すべてを残した状態で姿を消したらしいとのこと。放置された金のそばには、日頃の寺の管理を任されている村の消防団の人たちが集まっていて、金をどうするか話し合っているのが見えた。聞き耳を立てていると、どうにも金をかけ直すか考えあぐねているようなんですね。ひそひそと話している声の中には、誰も触れないところに置くべきでは、いっそ本堂に安置すべきでは、という声もあった。また盗まれたら困るから慎重になっているのかな、と思いながら松永さんがその会議の様子を眺めていると、泥棒だってね、嫌な世の中になったもんだ、とすぐに真横で声がした。見ると、そこには地元の同級生の浅香さんの祖母が立っていた。浅香さん自身は親の仕事の関係で中学時代に県外へ引っ越していったんですが、彼女の祖母だけは今も一人地元で暮らしているんですね。転校していった浅香さんとは疎遠になったものの、彼女のおばあさんとは相変わらず親しく、浅香のばあちゃんと呼んで慕っていたんです。浅香のばあちゃん、久しぶり。まさか泥棒だなんてね。でもこの金を盗んでどうするんだろう。何でも鑑定団にでも出すのかな。そう松永さんが笑うと、浅香のばあちゃんは、鉄くず屋みたいなもんだろ。金属を売りさばく輩がいるんだよ。と言った後、苦虫を噛みつぶしたような顔をし、御瀬さんの金だなんて、お金をもらっても欲しくはないけどね。とぽつりと言った。御瀬さんの金？松永さんがそう聞き返すと、浅香のばあちゃんはハッとした顔をして、そうか、あんたは知らなかったか。と言うと、こんな話をしてくれた。ここの村や近隣の集落では、はるか昔から盲目の子供が生まれたら御瀬さんに連れて行ってもらうという風習があったそうです。御瀬さんというのは、興行を行いながら周遊する盲目女性の旅芸人の一団のこと。現代よりもはるかに娯楽のなかった当時、行く先々で芸を披露する御瀬さんの存在はとても重宝されたんです。村の人たちは盲目の子供が生まれると、その御瀬さんに子供を連れて行ってもらったんですね。もしその子供が女の子の場合は、御瀬さんとして旅をしながら一生を過ごし、男の子の場合はしばらく同行した後、また別のグループへともらわれていったそうです。あの金はもともとは普通の金だったが、いつしか村にやってきた御瀬さんに我が子を引き取ってもらうための合図として使われるようになったんだ。そこまで話した後、浅香のばあちゃんはふーっと一息つくと話を続けた。実はな、鐘を鳴らして御瀬さんを呼ぶのは盲目の子供が生まれた時だけではないんだ。ここいらは決して豊かな土地ではない。年によっては子供を育てるのが厳しいこともある。そういう時も村人は鐘を鳴らしたんだ。育てられない我が子の目をつぶし、御瀬さんに連れて行ってもらうためにな。松永さんは口べらしという言葉が脳裏に浮かび、背筋がすっと寒くなった。浅香のばあちゃんはつぶらな瞳でまっすぐに松永さんを見据えて話を続ける。御瀬さんが村に来ている時なら子供たちを連れて行ってもらえることもあったが、そんなに都合よくはいかない。鐘を鳴らしても誰も来ないのを分かっていながら、
それでも生活が苦しくてやむを得ず、鐘のそばに子供を置いて立ち去る人も多くてな。冬ともなると多くの子供が鐘のそばで凍死していたんだ。寺の歴代の住職たちはみんな数えきれないほど冷たくなった子供たちを見つけてきた。哀れんだ住職たちは最初、子供たちの着ていた服を鐘楼の柱に巻きつけて弔ってあげていたんだが、鐘楼の周りで子供たちの霊を見たとか、鳴らしてもいない鐘の音がずっと聞こえるとか、そういったことが後を絶たなくなってな。それでこれまで柱に巻いてきた亡くなった子供たちの服を鐘の方に巻き直した上で荒縄を巻きつけて二度と鐘の音が鳴らないようにしたんだ。そこまで話を聞いていた松永さんの目に布と縄でぐるぐる巻きにされた鐘が映る。松永さんは思わず息を飲んだ。朝香のばあちゃんは最後に、そういうものなんだよ、あの鐘は。ただの鐘じゃないんだ。とぽつりと言うと、悲しそうな顔をしたまま向こうへと歩いて行ってしまった。松永さん、その日家に帰って朝香のばあちゃんの話を何度も反芻したそうです。そしてその上で昨晩の出来事を思い返し、ある考えに至ったそうです。それは、鐘が鳴った直後、窃盗団がいなくなってしまったのは逃げ出したからではなく、御瀬さんに連れて行かれたのではないかというもの。もちろん現代では御瀬さんという存在はすでに廃れていますし、御瀬さんを利用して子供を間引く風習もなくなってはいるんですけどね。まだ残り続けているのではないかと松永さんは思ったそうです。ちなみにあの鐘は結局また吊り下げ直し、今もまだその寺にあるそうです。払える僧の遺伝子。怪談話にはよく霊を払う力のあるお坊さんが登場しますよね。そういうお坊さんが出てくると、幽霊はもともと仏教のものではない。霊魂の存在に肯定的なのは一部の宗派だけ、といったことを言う人がいるものですが、世の中にはいろいろと事情があって、霊魂の存在に肯定的ではない宗派なのに、霊を払うことができるお坊さんもいるそうで。これはその中の一人である大西さんの話になります。大西さんは田舎の寺の生まれで、現在そこの住職をしているんですが、子供の頃から非常に霊感が強かったそうで、これはあまたあるエピソードのうちの一つなんですが、まだ小学生の大西さんが当時の住職である祖父に連れられて墓地の片付けと掃除を行った時のこと。掃除道具を持って墓地へ入っていくとカラスが集まっている。墓地にはお供え物があるので、カラスはそれを狙っているんですね。大西さんがそのカラスを追い払いながら歩いていると、たくさんいるカラスの中でどうも他とは違う感じのものが混じっているのを感じた。どのカラスだろうとカラスの群れに近づいていって見てみると、10羽近くいるカラスの中の2羽がおかしい。よくよく目を見てみると、人の目をしているんです。カラスの黒いつぶらな瞳ではなく、目頭と目尻がはっきりとしていて白目のある人間の目。その人間の目をしたカラスはじーっと大西さんのことを見つめている。大西さんはそれを見て気味が悪くなり顔を歪めたんですが、その瞬間祖父がすっと隣に立ってカラスの群れを眺めながら、お前今何か見えたんだろうという。そこで大西さんは今自分が見た人間の目をしたカラスの話をしたんですね。
すると祖父は、そうか、と言い、それっきり特に何も話さず、カラスを無視して墓掃除を始めた。結局、この時はそれっきりだったんですが、この墓地に集まる人間の目をしたカラスを大西さんはその後もたびたび目撃したそうです。これは何回目かの墓掃除の手伝いの時のこと。その日はたまたま祖父だけでなく母親も一緒に墓地に来て一緒に墓の掃除をしていたんですが、その最中、大西さんはあのカラスをまた見かけたんですね。人間の目をしたカラスは他のカラスと共にぴょんぴょんと飛び跳ねながらお供え物のおこぼれに預かろうとしていたんですが、やっぱり他のカラスとは違い、その両目で見ている先は大西さんの方のようだった。気持ち悪く感じ立ち止まった大西さんを彼の母親が追い越していき、人間の目をしたカラスへ一直線で向かっていったかと思うと、手を振って軽く蹴散らすような素振りをした。その瞬間、他のカラスたちが大きく後ずさるように飛び跳ねる中、その人間の目をしたカラスだけはゆらっと揺れた後、滲むように消えてなくなった。大西さんが驚いて母親の方を見ると、母親は何食わぬ顔で向こうへ歩いて行ってしまったそうです。それから間もなくして大西さんは祖父から呼び出され、唐突に自分の出自に関する話をされたそうで、それは主に次期住職だった大西さんの父親と母親の出会いに関する話だった。実は大西さんの母親は同じ集落の出身者ではあったんですが、古くからある民間信仰を司る家の娘だったんですね。大西さんの祖父曰く、拝みや筋の家の出とのことで、母親の家系の人たちは母親を含め誰もに霊や魂を感じたり見たり、時には払ったりする力が備わっていたそうです。お前は寺の子であると同時に拝み屋の子でもあるんだ。祖父はそう大西さんに言ったそうです。寺の息子と拝み屋の娘が結婚するなど、あまりに前例のない話だったため、結婚前までは両家の間でも多少いざこざがあったようなんですが、大西さんの祖父が頼み込むことで結婚が叶い、大西さんが生まれたんですね。大西さん、その一連の話を聞いて驚いたんですが、幼少期から見えていた不思議なものたちについて、あれらが本当に存在していることを認めてもらった感じがして嬉しかったのを覚えているそうです。その後、大西さんは母親から引き継がれた力をコントロールするために、お坊さんとしての修行とは別に特殊な修行を行ったんですね。その内容は門外不出なんだそうですが、修行によってこの世に留まっている霊魂の気配をより強く感じ取れるようになったり、あらゆる邪気を払うこともできるようになったそうです。さて、そんな特殊な出自と修行を積んだことによって払えるお坊さんとなった大西さんですが、祖父、父を継いで実家の寺の住職となってから、この力が遺憾なく発揮された経験があるそうで、それはまだ父親が住職を、大西さんは副住職をしていた頃、村の有力者の方が亡くなり、父親である住職が葬儀で度胸を行っていた時のこと。大西さんの生まれ育った地域には、葬儀を行う時は北枕にした遺体の枕元に小さい黒い屏風を立てるという風習があったんですね。それは悪い者たちが魂の抜けた遺体に入り込んでくるのを防ぐためのもので、慣習として行われていたものだったんです。その時の葬儀でも、その黒い屏風を遺体の枕元に立てていたんですが、それが風が吹いているわけでもないのに、突然倒れてしまったんです。屏風が倒れたことで遺体が丸見えになり、同時に遺体の顔を覆っていた白い布も舞い上がった。気づいたご親族の方々が驚いた表情を浮かべる中、父親は集中して読経をしていたため気づいておらず、
大西さんは身構えたんですね。すると、ちょうど部屋の隅の四角のところからズズズッズズズッと何かが出てくるのが見えた。それは2メートル近くある大きな黒い人影だった。その黒い影は遺体ににじり寄ると、ぐーっと会釈でもするかのように頭の部分を下げていき、遺体の顔を覗き込む。次の瞬間、遺体の目がバチッと見開かれた。大西さんはまずいと思い、その場で気を放って遺体を狙う悪いものを追い払ったそうです。黒い人影が跡形もなく消えると、思いっきり見開いていた遺体の目はスーッとまた閉じていったんですね。こういったことは少なくなく、大西さんは都度さりげなく力を使って問題を解決してきたとのこと。なお、こういったその場でのお祓い以外にも、心霊写真や呪物の浄化を受けたまわったり、霊障などにまつわる相談に乗っていたりもするんですって。ただ、力があるからこそ、はっきりと霊的な問題なのかそうではないのか判断がつくそうで、人によってはお祓いなどではなく医療機関を進めることもあるそうです。大西さんね、今になってどうして祖父が躍起になって息子を拝みや筋の女性と結婚させようとしたかわかるそうです。きっと祖父自身がただ得度してそうとなっただけでは人々や死者の魂を守れないことを実感していて、その思いを孫である大西さんに託したのだろうと大西さんはそう思っているそうです。繰り返す光景。これはある男性の方が若い頃に体験した話。この男性の名前を仮に大久保さんとしておきましょうか。大久保さんは当時新卒3年目で新入社員の研修を任されていたんですね。大久保さんが勤めていた会社はいわゆるブラック企業で、新入社員は精神修行のために必ず何日かの合宿を行うそうです。大久保さんが入社した年は登山、翌年は無人島でキャンプといかにもな合宿内容だったんですが、その年も例に漏れず合宿はお寺の修行体験になったんですね。その年の新入社員は3人で、その3人と大久保さんと社長の計5人で行く予定だった。ところが直前で社長が体調を崩してしまいキャンセルに。結果、大久保さんと新人3人だけで合宿を再考することとなった。当日、大久保さんが引率して修行体験を申し込んだ寺まで行くと、優しげな笑顔の住職が出迎えてくれた。本堂に案内されて、そこで修行内容の説明を受ける。体験とはいえど、修行内容は坊主たちが行っている内容と同じで、朝は4時半に起床して掃除を行い、質素な食事をとり、座禅を組んだり度胸をしたりするスケジュール。4人の身の回りの世話は寺の坊主の2人が担当してくれるとのことだった。初日はおおむね寺の施設の案内だけで、夜は宿坊で各自自由に過ごすことに。ところがその初日の夜、宿坊の外から人の叫び声がした。声の感じからして新入社員の誰かのようなんですね。大久保さんが慌てて声のする方へ向かうと、そこは宿坊の裏手の敷地で薄暗がりの中、2人の人物が立っているのが見えた。それは大久保さんが連れてきた新入社員のうちの2人で、2人とも井戸を覗き込みながら立ち尽くしているんです。今なんか叫んだのはお前らか。何があったんだと大久保さんが問うと、2人は井戸を見ていたら突然女の子がやってきて井戸に落ちていったという。女の子は小学生くらいで、
本当にまっすぐ井戸へ向かって行って落ちたって言うんですね。大久保さんが井戸を覗き込むと、特に音は聞こえず、人が落ちた気配もない。が、新入社員2人のただならぬ様子に気をされ、大久保さんはすぐに寺の坊主を呼び、井戸まで来てもらって事情を話した。新入社員2人は、早く助けてあげないと溺れて死んでしまいます。と訴えたんですが、坊主は不思議そうな様子で、こんな夜中にうちの寺に女の子がいるなんてありえないんですがね、という。でも、ドボンって水の音も聞こえたんですよ。と新入社員の一人が言うと、坊主は、ここの井戸には水がないんですけどね。ずっと前に横穴を閉じていますから。それに井戸は鉄板で閉じられていたはずですよ。と首をかしげる。辺りを見回すと、井戸の脇に鉄板が置かれていて、そのことについて新入社員2人に尋ねると、2人とも最初から空いていたという。そんな具合に話が平行線になりかけたとき、どうされましたかと住職がやってきた。そこで大久保さんが再びここまでの経緯を話すと、住職は一瞬顔を引きつらせ、こんな夜更けに子供が一人でこのような場所にいるわけがありません。井戸の蓋はきちんと閉めておきなさい。と言った。結局、どうにも腑に落ちない感じのまま、大久保さんたちは宿坊に戻ったそうです。翌日、何とも言えない空気のまま、掃除や度胸、座禅などのプログラムをこなし、再び夜になったんですね。寝る前に一服しておこうと、宿坊の外の喫煙所へ向かった大久保さん。タバコに火をつけて顔を上げると、そこには例の井戸がある。しばらくぼーっと井戸を眺めながらタバコをふかしていたんですが、すぐに井戸の鉄板がどけられていることに気がついた。今朝見たときは閉じられていたはず。おかしいなと思いながら、大久保さんが井戸を眺めていると、暗がりの方から女の子が歩いてきて井戸の前で立ち止まった。息を飲んでその様子を見つめていると、女の子は突然前のめりに倒れるようにして井戸の底へと落ちていった。ドボンという水の音が響き渡る。大久保さんが絶句していると、新入社員の一人で昨晩女の子を見たと言っていた新倉くんがタバコを吸いに喫煙所にやってきた。お疲れっす。どうしたんすか？今、女の子が井戸に。マジっすか？興奮した二人は井戸へ近寄ってみたんですが、昨晩同様に一切音はせず、誰かが井戸の中に落ちている気配はない。しばらくの間立ち尽くして真っ暗な井戸の底を眺めていると、新倉くんがぽつりと、幽霊っすかねと言った。大久保さん、否定できなかったんですね。するとその時、何をやっているんですかと後ろから住職に声をかけられた。すいません。ちょっと寝る前に一服しておこうと思って。大久保さんがそう言い訳をすると、住職はちらりと鉄板を一別して、危ないから鉄板をどかしてはいけませんよ、と言った。いやー、これ俺たちじゃないんですよ。もともとどかされていて、それより、実は俺も見ちゃいまして、井戸に落ちる女の子を。ただ、昨晩おっしゃっていたように、本当に女の子が落ちたんじゃなくて、なんというか、もしかしたら幽霊なんじゃないかって思うんですけど。大久保さんがしどろもどろになっていると、新倉くんが加勢するように、この井戸で昔なんかあったりしませんでした？誰かが死んだ言い伝えがあるとか、なんかそういうの。と住職に聞いた。
住職はじっと新倉くんの顔を見てから、何もありませんよ。それよりそんなものが見えるだなんて、あなたたちは何かに取りつかれているのかもしれませんね。さあ、今から本堂に来なさい。私が度胸をいたしましょう。と言うと、半ば強制的に二人を本堂へと連れて行った。結局、度胸してもらった後は、明日も早いんですから、変なことをせずに休みなさい。と釘を刺され、言われた通り宿坊に戻ったそうです。翌日、大久保さんはなんとなく嫌な感じがあって、あの井戸には近づかないようにしていたんですが、そのせいでタバコを吸うことができず、我慢をしたまま夜になってしまった。就寝時間になって一度は寝たんですが、夜中に目が覚めると無性に一服したくなるんですね。かといって一人で行くのは怖い。どうしようかと考えていると、同室の隣の布団で寝ていた新倉くんがむくりと起き上がるのを感じた。声をかけると、どうやら新倉くんも怖くてタバコを我慢していたらしく、二人は一緒に行くことにした。時間は深夜の2時。お寺はどこもかしこも完全に静まり返っている。宿坊の外の喫煙所に出ると、タバコを吸いながらちらっと井戸の方を見た。また鉄板がどかされていたらと不安になったんですが、井戸はきちんと鉄板に蓋をされている。ああ、よかった。と口々に言い合いながら、大久保さんと新倉くんがタバコをふかしていると、ザ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 、と足音が聞こえてきた。声を潜めてじっとしていると、誰かが井戸に近づいてきたんですね。それ、住職だったんです。住職が井戸の方へまっすぐ歩いていく。喫煙所に死角はなく、井戸の方からは丸見え。住職と目が合った感覚があり、夜中にタバコを吸いに来てたのがバレてしまったと思った大久保さんは先手を打って、すいません、夜中にどうしても吸いたくなっちゃって、と住職に声をかけた。すると、なぜか住職は何も聞こえていないかのように大久保さんのことを無視して、そのまま井戸まで歩くと、なんと鉄板をどかし始めた。一体何をしているんだと二人が固唾を飲んで見守っていると、住職は鉄板もどかし、ふらーっとまた元来た方向へ戻っていってしまったんですね。それから間もなく、今度は住職ではない別の人がやってきた。あの女の子なんですね。女の子はニコニコしながら井戸を覗き込んでいる。と、その背後に突然寺の坊主らしき人が現れた。よく見ると、どことなく住職に顔が似ていて、若かりし頃の住職のように見えた。住職らしき若い坊主は、しばらくの間、女の子の背後に立って、微笑ましく見守っていたんですが、突然、女の子の背中をドンと押して、井戸へと突き落とした。女の子は驚いた顔のまま、井戸の穴の中へと消え、住職らしき坊主は穴を見下ろしながら、にたーっと気持ちの悪い笑みを浮かべ、そのままスーッと暗闇に溶けるように消えてしまった。うわ、消えた。新倉くんが思わず声を上げる。大久保さんたちは驚きのあまり固まったまま、誰もいなくなった井戸を眺めていた。すると、また暗がりから誰かが井戸にやってきた。それ、さっき突き落とされたはずの女の子なんです。女の子はまた笑顔で井戸を覗き込み、
その背後には再びあの住職らしき坊主が。さっきと同様に若い坊主は女の子を突き落とすと、にたーっと笑みを浮かべながら消えていった。その光景が大久保さんたちの目の前で何度も何度もテープで巻き戻して同じシーンを見せられているかのように繰り返された。大久保さんも新倉くんも呆然としたままその繰り返される光景を見続けていたそうです。どれだけの時間が経ったか。突然、おはようございますと後ろから声をかけられ、大久保さんと新倉くんがビクッとして振り返ると、そこにはほうきを持ったもう二人の新入社員が立っていた。気がついたら朝になっていたんですね。女の子を突き落とす坊主の幻影はいつの間にか見えなくなっていて、後には鉄板がどかされた井戸だけが残されていた。その日は寺の修行の最終日だったため、大久保さんたちは午前中のみ掃除や座禅を行って帰る予定だったんですね。ただ、大久保さんは帰る前にどうしても確認したいことがあった。それは新倉くんも同じだったようで、朝食後の休憩時間のタイミングで目配せしてきたので、思い切ってこの3日間であったことを初日の晩に話した方とは別のもう一人の世話係の坊主に話してみたんですね。その坊主は割と話を聞いてくれる人で、否定せずに大久保さんたちの話を聞いてくれた後、こんな話をしてくれた。私はその女の子の霊を見たことはありませんし、その繰り返し現れた幻影の若い坊主がうちの住職かは分かりかねますが、ただここだけの話なんですけどね、実は夜住職が鉄板をどかしているところを私も見たことがありましてね。私も声をかけたんですが、住職は全く聞こえていないようでしたね。大久保さんがその鉄板の件をご住職に聞いたことはありますかと聞くと、坊主は首を横に振りながら、いや、さすがにちょっと聞けないですよね。何かしら意図があってのことかもしれませんしね。と言った。すると新倉くんが間髪入れずにこんなことを言い出した。それって本当にご住職の意図でやっているんですかね。俺、なんだか住職が何かに取りつかれているような気がして。しばらく沈黙が流れた後、坊主は静かに、住職に限ってそれはないと思いますけどね、と一言言って話は打ち切りとなった。結局あの女の子が何だったのか、住職がなぜ井戸の鉄板をどかしているのか、そして女の子を突き落としたのは若かりし頃の住職だったのか、分からずじまいのまま帰る時間になったんですね。住職は寺の門のところまで出てきてくれて、出迎えてくれた時と同じように柔和な笑顔で見送ってくれていたんですが、住職に手を振って歩き始めると、後ろから変な声が聞こえてきた。住職があの気味の悪い笑みを浮かべながら大笑いしているんです。大久保さんたちが驚きのあまり振り向いたまま固まっていると、住職の笑い声はだんだんと変化し、とまるで子供の泣き声のようになった。この数日の出来事を知らない新入社員の一人がその住職の様子を心配して、どうしました？大丈夫ですか？と声をかけながら近づこうとした瞬間、唐突にすっと泣き止み、目を覆っている手の指の隙間からにーっと笑う
目が覗いた。大久保さん、この時、もうこの住職にも寺にも関わっちゃいけないな、と思ったそうです。ちなみに新倉くんはこの件以降どうしてもあの女の子のことが気になったらしく、再び寺に行ったそうなんですが、井戸のある場所は一般の参拝者が入れないところだった上に、住職はまるで何かを避けているかのように、お引き取りくださいと冷たく言い放ったそうで、それでも新倉くんは、あの女の子は絶対に何かを訴えかけているに違いない、俺たちが助けないといけないと鼻息を荒くしていたんですが、大久保さん、その新倉くんの異様な熱量についていけず、なるべく寺の話を避けるようにしていたんですね。すると、それから半年も経たないうちに、新倉くんは突然会社を退職してしまい、それっきりになったそうです。置き火石。ある男性の方が中学生時代に祖父から聞いた話。この男性の名前を仮に水野さんとしておきましょうか。戦後間もなくから4代続く町の電気屋で、ずっと同じ土地を継いできたそうで、もともとはそんなに栄えている地域ではなかったんですが、高度経済成長期で家のすぐ近くに鉄道駅ができた結果、水野さんの家の周りは飲食店が多く立ち並ぶ歓楽街になったそうです。そんな水野さんの家のすぐ近くに不自然に広い空き地があった。そこはちょうど水野さんの家の蓮向かいで、パッと見は雑居ビルや事務所なら2軒くらいは立ちそうな空き地。ロープが張られているだけで、売り地や管理地といった看板すらない。雑草が伸びっぱなしになっていて、夏になると当時の水野さんの腰くらいの高さまで草が生い茂っていた。駅前の商業地域だというのに、そこが何かに利用される気配は全くなく、水野さんが生まれてから今に至るまで一度もその土地に建物が建ったのを見たことがなかった。水野さん、その空き地がどうしても気になって友達と一緒に入ってみたことがあるんですって。通りに面している部分だけでも広く見えたその空き地は、奥にさらに広がりがあって、栄えている駅前には不釣り合いな広大な空き地だったそうです。水野さんたちをきっかけに空き地の存在が学校に知れ渡ったことや、裏側の狭い路地から人目をかいくぐって空き地に入れることが分かったことで、多くの子供たちが大人の目を盗んでそこの空き地で遊ぶようになったんですね。ところが、そのことを知った水野さんの祖父が雷を落とした。いつもは優しい祖父が、絶対にあそこには入るなと怒鳴りつけてきたんです。半泣きになりながらも強情っぱりだった水野さんは、別に悪さをしているわけじゃないし、ちょっと遊ぶくらいいいじゃん。みんなも遊んでるし、先生にも怒られないし、と反論した。すると祖父は、はっとした顔をしてから、怒鳴ったりしてごめんな。ただ、あそこに入るのは危ないからな、と言った。ただ、水野さんは危ないからというだけでは、子供を遠ざける大人の常套句にしか感じられず、納得できなかったそうで。別に何もない、ただの空き地でしょ？危ないって何が危ないの？そう祖父に食らいついた。すると、祖父は観念したかのように神戸を垂れ、わかったわかった。今からする話を学校の友達には絶対にしないと約束してくれるなら、あの空き地に入ってはいけない理由を話してやろう。約束できるか？と言い、水野さんがうなずくと、こんな話をしてくれた。これは水野さんの祖父が創業者であった曽祖父から家業を継いだばかりの頃のこと。祖父は釣りが趣味で、よく仕事を終えた後に釣り仲間と夜釣りに行っていたらしいんですね。その日もいつものように仲間たちと一番近くの海岸へ行き、
堤防釣りを楽しんでいた。ちょうど釣り場を埠頭の先へ移動したとき、埠頭の先端ギリギリのところに何かが落ちていることに気がついたんですね。最初それは他の釣り人の忘れ物かなんかだと思ったんですが、近づいて見てみると、それ赤い石だったんです。不思議なことにその石は暗闇の中こうこうと光っていて、パッと見ではまるで火のついた炭のように見えた。ところが手をかざしても全く熱くはなく、どういう原理かはわからないんですが、その石自身が赤く光っているようだった。拾い上げて持ってみると、開封したてのカイロのようにわずかにじんわりと温かい。なんだかよくわからないものだったんですが、物珍しさに惹かれた水野さんの祖父は、その石を持ち帰って自宅の神棚に備えたそうです。ところが、安定している神棚板の上に置いたはずのそれは、なぜか気がつくと下に落ちてしまう。最初は地震か何かかと思ったんですが、それにしては落ちていることが多すぎる。そしてその頻度はだんだんと上がっていって、最終的にちょっと目を離しただけでカツンと落ちるような状態になった。水野さんの祖父はさすがに気味が悪く感じて、ちょうど法事のタイミングでやってきた近所の寺の住職にその赤い石のことを相談したんですね。すると住職は、悪いものとは思いませんが、うちの寺で供養しておきますよと言って快く引き取ってくれたそうです。水野さんの祖父は、こういうことはお寺さんに任せておけば大丈夫だなとすっかり安心しきっていたんですが、石を渡して間もなくその住職は突然亡くなったそうです。そろそろ息子に継がせようかなと話していた程度には高齢な住職だったので、そういうこともあるかと思っていたんですが、まだ住職の死から喪が明けていない頃に、今度は後を継いだばかりの住職の息子が事故で亡くなった。後継ぎがいなくなってしまったため、よそのお坊さんを連れてくることになったんですが、そのお坊さんまでもがやってきて間もなく病に倒れてしまった。結局、その寺はどうしても後継ぎを立てることができなくなり、10年もしないうちに廃寺になってしまったそうです。水野さんの祖父はそこまで話すと、大きく息を吐いてから、あの空き地はその寺がもともとあった場所なんだ、とぽつりと言った。水野さん、まさかの話に驚き、しばらくの間固まっていたんですが、振り絞るように、そのじいちゃんが見つけた赤い石はどうなっちゃったの？と尋ねた。それは俺もわからない。きっと住職さんは供養を試みたとは思うが、その後後継ぎのごたごたが起きて、あれよあれよという間に潰れてしまったからな。ただ、あの赤い石はきっとあの空き地のどこかにまだあると思っているんだ。お前もお父さんお母さんから聞いたことがあるかもしれんが、寺がなくなった後、あの土地を利用する話は何度も持ち上がったんだ。ところが、ある時は工事の責任者が失踪し、またある時は土地の所有者が亡くなり、ことごとく問題が起きてダメになった。結局、誰も触れることができない土地になっちまったんだ。もちろん、あの赤い石が原因だと言い切れるわけではない。でも、ほんのわずかでもその可能性があるなら、原因を作ってしまった身として、あの場所に人が入らないようにするとか、そういったせめてものことはしたいんだ。水野さんの祖父はそこまで話してから、まっすぐ水野さんを見据えて、いいか、だからくれぐれもあそこに入ることはしないでくれ。もし友達で入っている子がいたら、
理由は話さなくていいから、止められるようだったら、できるだけ止めてほしい。な。と言った。水野さんはこの祖父の話を受けて、それ以降空き地に入ることはしなかったそうです。それから20年以上が経ち、祖父は奇跡に入り、水野さんは父親から会社を継いだんですが、いまだに蓮向かいの空き地は当時のそのままの状態でそこにあるそうです。迷い寺。迷いがってご存知ですか？迷うに家と書いて迷いがと読むんですが、東北地方や関東地方に伝わる山奥に分け入っていくとたどり着く不思議な家のことなんですね。柳田国男が遠野物語の中で紹介しているので、知っている人は知っているかもしれません。この迷いがは実際に存在する家ではなく、一種の幻のようなもので、訪れた者は富を授かることができるとのこと。何でもたどり着いた人は迷いがから何か物品を持ち帰ることができるそうで、欲をかかずに持ち帰れば富を授かれるんですって。そんな迷い川なんですが、今回する話はそれと似て非なる迷い寺にまつわる話。この迷い寺の話を聞いた人の名前を仮に矢部さんとしておきましょうか。これは矢部さんが中学生時代の話。矢部さんは剣道部に所属していて、その時はちょうど夏休みの合宿に来ていた。面白かったのが宿泊先。月並みな合宿施設ではなく、お寺の宿坊を借りて泊まったんですね。剣道部の顧問曰く、精神面の鍛錬を積む意図もあったそうで、世話をしてくれたのは60歳くらいの年配の住職。稽古の時間以外に座禅などの修行めいたこともやらせてもらったんですね。ただ、住職はとても物腰が柔らかい人で、矢部さんたちに厳しく当たることはなく、何かあると優しく声かけをしてくれたそう。そのおかげもあって、顧問の厳しい指導にも耐え、充実した合宿期間を過ごしていたんですが、これは最後の日の夜の時のこと。住職から話があるとのことで、部員が全員本堂に集められたんですね。住職はこれまでもたびたびみんなを集めて講話を聞かせてくれていたので、またその類の話かなと矢部さんは思っていたんですが、それとはまたちょっと違う雰囲気なんです。矢部さんたちが本堂に並んで正座をすると、住職は一度全員を見回しながらゆっくりと話し出した。合宿最後の夜ですね。きっと真面目な皆さんのことですから、ここまで集中して稽古に取り組んできたことでしょう。最後の夜くらいリラックスして聞ける話をできたらと思いましてね。まあそんな硬くならず、足も崩しちゃっていいですから。さてさて、せっかくの夏ですから怪談話とまではいきませんが、ちょっと不思議で、それでいてほんのり怖い、そんな話をしましょう。住職はそう言いながら、一回咳払いをすると続けて、こんな話をしてくれた。これは昔々の話。ある村で百姓をしている彦兵衛という若者がいたんですね。彦兵衛は百姓、要するに農民だったので、基本的には田畑を耕して生活をしていたんですが、時々山菜やキノコを取るために山に入ることもあったそうです。炭焼きやマタギをしている山の民なら慣れていますが、彦兵衛ら百姓たちにとっては不慣れな土地。たとえ過去何度か行ったことがある山でも、必ず複数人で連れ立って入るようにし、踏み跡で作られた道から外れないように、お互い
手の届く距離から離れないよう気をつけていたそうです。皆さん、今もしかしてちょっと山に入るくらいでそこまで慎重にならなくていいんじゃないかと思ったんじゃないですか？そう、その通りなんですよね。大の大人たちがお互い手の届く距離を離れずに歩くなんて随分と気をつけるもんだなと、そう感じた人も多いと思うんです。ですが、それには理由があったんですね。実はそこの村では、山で道に迷うと迷い寺へ行き着いてしまうという噂があったんです。矢部さんをはじめ数人の部員が顔を見合わせ、迷い寺ってなんだという顔をする。住職は笑顔でうなずきながら話を続ける。迷い寺というのは、山の中をさまよっていると現れる山寺のこと。普段からそこにあるものではなく、道に迷った人の前にだけ現れるものです。道に迷いながら山を分け入っていると、突然大きな山門が目の前に現れるんですが、それが迷い寺と呼ばれるものの入り口。その門をくぐって中に入っていくと、おっと、ここからは話の続きをしましょうかね。さて、先ほどから名前の出ている百姓の彦兵衛ですが、ある日、山菜採りに夢中になっているうちに仲間とはぐれてしまったんです。あっちか、いやこっちだろうかと迷っているうちに、忽然と目の前に大きな山門が現れた。実は彦兵衛は当時まだ10代後半の若者だったこともあり、迷い寺についてあまり詳しいことを知らなかったんですね。それもあってか、恐怖より好奇心が湧いてしまった彦兵衛は、その山門をくぐって中に入ってみることにしたんです。入ってまっすぐ歩いていくと、お堂が見えてくる。お堂の中にはまだほとんど溶けていないろうそくが立っていて、線香も煙っているんですが、全く人の気配がしない。おーい、誰か。彦兵衛はそう呼んでみたんですが、誰も出てこないんですね。仕方がないので、本堂の周りをぐるっと回ってみたんですが、誰かがいる感じがしない。その時、彦兵衛はふと思い出した。もし迷い寺に入ってしまった時は、本堂の釈迦如来像の後ろにある人一人がやっと通れる程度の大きさの地下に通じる穴を通らなければならないこと。そしてその穴の先の地下洞窟は必ず目をつぶって歩かなければならないこと。洞窟の壁を触りながら歩いていくと、途中で壁の手応えがなくなり、そこで目を開けるといつの間にか見知った山に戻ってきていること。そこで彦兵衛は一通り寺の敷地を見て回った後に、釈迦如来像の後ろから地下洞窟を抜け、無事に元の山へと戻ることができたそうです。住職はそこまで話すと一度区切り、少し間を置いてからことさらにゆっくりと続きを話した。ただ、この彦兵衛は一番大切なことを忘れていた。それは迷い寺の中にあるものを絶対に持って帰ってはいけないということ。実は彦兵衛が本堂を通った時、陽楽と呼ばれるお釈迦様の周りをきらびやかに装飾するための飾りの一部が外れて床に落ちていたんですが、それのあまりの美しさに目を奪われ、思わず懐に入れて
持って帰ってしまったんです。彦兵衛はそれがやってはいけないことだということをすっかり忘れていて、そのまま元の山に戻ってきてしまった。その結果、彦兵衛は名前をなくしてしまったんですね。矢部さんはどうしても気になり、手を挙げて、名前をなくすとどうなってしまうんですかと住職に聞いた。住職は穏やかな微笑みからキュッと口を結んで固い表情をし、家族のことも仕事のことも村のことも自分の名前までも全部忘れてしまったんですと言った。本堂に少しの沈黙が流れ、住職は再び穏やかな笑顔に戻り、ですから皆さんも山に入った時は不用意に歩き回らないよう気をつけてくださいね。そして迷い寺へたどり着いてしまった時はくれぐれも物を持ち帰らないようにと締めくくった。矢部さんは怪談にしても訓話にしても中途半端な住職の話にどうリアクションを取っていいかわからずにいたんですが、それは他の部員たちも同様だったようで、住職へまばらな拍手が送られたそうです。それから部屋に戻り、寝支度を終えると布団に入ったんですが、矢部さん、どうも気にかかることがあったんですね。それは、住職の迷い寺の話が本当の話だったのかどうかということ。もちろん、中学生相手に自身で創作した話を聞かせただけかもしれないんですが、それにしては妙にディティールが凝っているように感じたんです。そして何より全ての記憶をなくしたはずの彦兵衛の体験談がどうして語り継がれているのかが気になった。朝、他の部員たちにこのことを話したところ、矢部は考えすぎだよ。住職の作り話か近くの集落に伝わる民話かなんかでしょと言われてしまったんですね。結局、住職にわざわざ聞きに行くのもためらわれて、そのままバスに乗って合宿から帰ってきてしまい、矢部さんはまた元の日常に戻ったそうです。それから3年の月日が経った。中学を卒業し、高校生になった矢部さんは、当時の剣道部の部員たちとは疎遠になっていたんですが、相変わらず頭の片隅に迷い寺の話の記憶が残っていて、時々お寺のあった地域の郷土史の資料や民話集を漁っていたんですって。そんな折にまさかの新聞記事を目にした。ローカル紙の片隅に掲載されていたそれは、住職の半生について取材された記事だった。覚えのある柔和な笑顔の住職の写真と、失われた過去と向き合う中でという見出し。本文部分には、当時10代後半だった住職が記憶を失い村をさまよっていたところを保護されたことや、結局記憶が戻ることも自身が何者か判明することもなく、新しく戸籍を取得したこと、そして記憶のない自分自身と向き合う中でお坊さんになる道を選んだことなどが書かれていた。矢部さん、ドキッとしたんですね。そしてある考えが頭に降ってきた。あの時住職がしていた彦兵衛の話、あれは住職自身の話だったのではないかということ。もしそれが真実だったとしたら、ただの作り話や民話の類だと思われた迷い寺の話は、実は本当に起こった出来事だったのかもしれない。そう考えると背筋がスーッと寒くなったそうです。ただ矢部さんは
今さら住職のもとを訪れ、事の真相を聞き出すほどの勇気はなく、その新聞記事にたどり着いて以降は、住職のことや迷い寺のことは調べるのを控えるようになったそうです。